おはようございます。画家のギソです。今日はですね、こちらの方ですね、この鷹を描いてみようかなと思います。鷹ですね。鷹です。1富士2鷹3なすび、ということで、描いていこうと思います。そして、初めてのアクリル絵の具ということで、皆さんにとって初めてやられるという方もいるかもしれませんので、少しですね、アクリル絵の具を丁寧にちょっと解説しながら、皆さん初心者の方に、分かりやすくお届けできればなと思っております。本日もご視聴よろしくお願いいたします。で、鷹はですね、これ、久留米、福岡の久留米というところの鳥類センターみたいなところに行ってまいりまして、一生懸命おっちゃん取材してまいりました。ね、もうこの鷹、こちらですね。で、こう写真、普通紙の紙に描いて、僕はもうこうやってこう形めんどくさいので、パステルと呼ばれるものですね。パステル。粉状のこういった棒でこう売ってたりしますけども、こういったパステルの黒をここに、塗って、そしてティッシュペーパーでこうすり込んで、カーボン紙状態にしてます。こうやってね。で、それで、なぞったりとかすると、まあ、この辺にね、とこう書いておきますよ。ね、転写できます。こういった形で、形にちょっと自信がないという人は、ぜひぜひこういった方法もありますよということで、やられてみてはどうでしょうか。で、今日はもう本当にね、もう超初心者向けに。で、いくつか、こう、アクリル絵の具ってやっぱ乾きがめっちゃ早いので、何人かの人から教わったんですけど、で、僕もなんか教える仕事してた時に、こんな方法を使っている人たちがいたから、賢いなと思ったんで、完全パクらせてもらいますけど、キッチンペーパーですね。これ、キッチンペーパーをちょっと今濡らしておきました。それで、この上に絵の具を置いていこうと。で、これ紙パレットをやはり使用してください。アクリル絵の具の場合はですね、紙パレットがいいです。まあ、何かいろんなものを皆さん、まあ、なんか、僕やったことないですけど、こう、お魚とか入ってるあれなんていうんですかね、入れ物トレイ。ああいったものでやられている方もいたりとかして、僕はあれやったことないですけど、あれもいいかもしれませんよね。わからないです。で、僕はもう紙パレットがいいんじゃないかなといつも思ってます。あとは牛乳とかね、ああいうこう紙パックのですね、ものを、なんかしたものですね。で、今日はこのお夫婦の絵の具を使っていこうかなと思います。お夫婦の。まあ、これすごくこう、安くて、量が多いので、結構いいです。それよりも大量に多いのが、これはどこの会社？重たいので持ち上げれませんけど、ここに置いてありますけど、こちらのものとかを、この間ですね、あちらの方で、横浜の方でライブペイントというのをやりました。よかったらその動画もご視聴いただければと思います。これは白ですね。どの辺の色使うかなと思って、これは、フタロシアニンブルーですね。あと黄色ぐらいでいけそうな気すんな。赤、青、黄色、茶色。若干赤があるといいか。まあ、三原色となんか暗い色と、あと白があれば案外描けるんですよね。ちょっと今日使う色を言っておきます。まあ皆さんなかったら代用されたらいいと思います。黒がですね、ランプブラック。で、ローアンバー。これはイエローカぐらいかな。イエローカ。で、チタニウムホワイト。ですね。こちらは、フタロブルー。で、これ黄色ですね。レモンイエロー。で、これがスカーレット。ということでいきましょう。で、白は他に代用するのよくするのは僕ジェッソです。ジェッソ、リキテックさんとかで出している、まあどこの会社でも。で、アクリル絵の具っていろんな会社によって名前がこうちょっと違ったりします。で、リキテックスさんやったらリキテックスという名前で売ってたりします。ね、その辺が皆さんややこしいでしょ。だからちょっとこう会社によってゴールデンやったらゴールデンっていう風に売っていたり。で、アクリル絵の具とアクリルガッシュってありますけど、ガッシュっていうのはちょっと不透明、炭酸カルシウムと呼ばれるものが入っていて、こう不透明、マットっていうか不透明な状態なんですね。で、普通のアクリル絵の具っていうのは、まあ、ちょっと透明度、ガッシュが少ない状態。ガッシュじゃない。ガッシュって不透明って意味なんです。ややこしいね。ちょっと説明ちゃんとせんといかんなと思うんですけど。で、まあ僕はアクリルガッシュでもアクリル絵の具でも初めての方とかはいいかなというふうに思います。いろんな会社から出ておりますので、いいかなというふうに思います。アクリルガッシュ、ちょっと不透明系によったものでも、ちょっと水を多めにすればだいぶアクリル絵の具に近くもなりますし、今日はちょっと使いませんけど、グロスポリマーメディウムとか、ジェルメディウムと呼ばれるものが売ってるんですけど、そういったものを混ぜ合わせたりとかすると、より、透明度を増したりするので、まあガッシュとかでもいいかなと。じゃあランプブラック。この書き方人生で初めてなのでうまくいくか知りませんが、でもこのお夫婦のは絶対逆さにして置いとかんといかんという。ね、ローアンバー。イエローか。なんとなくね、これ流れに沿ってこう置いていけるといいんですよ。
流れに沿ってというと難しいけど、例えばこう今度はこう黄色ですね、レモンイエロー、なんとなく茶系とかね、黄色系で、まあ赤かなとかね、若干離して赤かなで、蓋のブルーと、よいしょ、いう感じかなという感じでですね。でも今日は思い切って、これぐらい、濃厚に、しっかり、アクリル絵の具というのは下書きをしておいてくださいね。すごいですね。今ちょっと水をバッと浸したらあれですね、パステルの粉が浮かび上がってきましたね。もうこれぐらいの平筆がいいかなと思いますので、思い切っていきましょう。バッとやったらにじみます。じゃあにじみますね。もうにじましてもっていいです。わあ、にじみました。面白いですね。にじむにじむにじむ。まあ、形がわからないようになってしまいますけど、多少こうにじんでもええぞという気持ちで、されてみてください。ちょっとね、にじんでしまって形わからないようになってしまった。で、今日紙はですね、これワトソンと呼ばれる紙ですね。ワトソンという水彩紙を使っております。水彩紙。で、私の作画動画では3パターンあります。で、一番こう、使っているというか、本画として描いている。本画というのは、まあ、古典とかに僕出す場合は、ちゃんと本画という形で、耐久性とかを考えて、白味と呼ばれる下地を使ったものを、ちゃんとしたものをやってます。で、ちゃんとしてないというと言葉悪いですけど、皆さんにこうやってね、勉強のために見てもらうような動画、僕はこう作画動画というふうに僕は呼んでますけども、皆さんにこう勉強のためにやってもらいたいと思ってやっている動画に関しては、こういった紙のものと、で紙もいろいろ使ってます。例えばデッサンやったらばコットマンって呼ばれるようなちょっと細かいめのコットマンのスムーズと呼ばれる、ちょっと蓋のブルーを入れました。このブルーはあれですね、ちょっとこう染料系と呼ばれるものなんで、このスカーレットもおそらくそうですけどね、しっかり混色して紫を今作りました。保存とかをしっかりこう古典とかで出すものはしておりますが、作画動画っていうのは皆さんに勉強のためにやってると。だからなんかね、しっかりそれが正しい方法だというより、保存とかに関してはちょっと弱くなるかなと。でもまあ額縁とか入れたらそんな問題ないかなとは思いますけど、めちゃくちゃ推奨しているわけではないですね。だからもうこれが正しいんやということじゃなく、こうですね、もうザザザザと書いて皆様に、勉強してもらうために作っている動画です。で、コットマンっていう紙は少しこうデッサンとかの時によく使います。で、あとはケント紙なども使うこともあります。で、ケント紙っていうのはコットマンとかよりもっと細かいトゥルトゥルの紙です。トゥルトゥルです。で、それはどういう時に使うのかというと、色鉛筆などやってる時、色鉛筆もコットマンぐらいでいいかもしれんなと僕なんかの性格的にはなんか感じはしますけど、色鉛筆や、あとは何かな、デッサンとかでもたまに使うかなと。トゥルトゥルっとした紙ですね。で、あとはですね、水彩紙はワトソンと呼ばれる。これが、日本の会社なのかな。ワトソンとかラングトンとか、ウォーターフォードとか、いろんな紙使ってますね。一番こう高級なのは、アルシュで、これもちょっとね、下の線がうっすら見えてくりゃいいかなぐらいの感じで、もうある程度ね、全体に暗くこう塗りましょう。アルシュ 300g 粗めまたは細めを使っております。ちょっと最近粗めのが好きかなと。僕個人的にはもうコロコロ変わるんですよ。もう好きなものも変わるし、コロコロ変わるんで、画材に関しても筆もね、なんかこう初期の頃の動画はこの筆よう使ってたけど最近全然使わへんなとかね、もうほんとそういう人なんですよ。で、マスキングテープはこうマスキングテープをして額縁効果って言って外した時にね、これが額縁のようになっているということで、額縁効果を利用して、これもマスキングテープもこういったものを使ってますよというのをこう紹介とかしてます。あまりこう紙にくっつかない、いろいろ試しましたけど、これが一番なんか僕の中ではくっつか、今んとこね、もっとこういいのが出てくる可能性やって、そんなもんね、技術がちょっと茶色入れました、技術がね変わっていくと変わってくる可能性ありますもんね。で、これのなんかこう下地みたいな色のイメージでザザザザと描いてってます。で、濡れてるうちに、少しこう描いていって、影に落ちている、これなんかで折りの影がありますけど、それ全部折ってたら大変やし、こう手前に折りがあるのなんかはもう僕は描かないです。そんな絵やからこう嘘ついていいんですよ。
で、あとは一番もしかして多いのは、ボード上、イラストレーションボード上になっている、紙を使うことがあります。それは、キャンソンボードと呼ばれるものかな。キャンソン紙。もうこれもね、厚みがある紙なんで、しっかり厚みがあって、もうこれやったらなんかね、こう書いて、油絵描きやからですね、こう紙のこういう波打ったりするのがちょっと苦手やったりするんですよ。もともと油絵が中心です。古典などはそういった、いろんなものを試してます。だからいろんなものを、皆様に合うものとかね、こういうこと、逆に新しいことやってみたいな思ったら、そういったものも参考にされてみてはどうでしょうか。という感じで、こうね、全面に一応色塗りました。ハイライトとかも、塗っちゃったわって感じでしょ。塗っちゃったわ。どこがどこかわからないようになってきたわって感じでしょ。で、これ本当に僕は中学生とか、高校生とかに教えたこともあるんですけども、そういう時にこの方法で一回全部濡らしても形とかがブワーッとなくなってもいいからいけいけっていう感じで、じゃあちょっと暗くいけって言ってですね、この中の難しいけどね、それがなかなかね、影の色みたいなところを探しながら塗っていきっていう風に思い切ってちょっと暗めに塗っときって、とりあえず暗めに塗っておきってよく言ってました。よいしょ。こういう平筆、デザイン用のこういう平筆ですね。こういったものの筆の紹介とかも、今日初めて見られる方もいると思いますので、結構いろんなとこでもこれ買ってみて、案外使えましたよとか、いろんなインターネットがほとんどですけど、僕なんかもね、田舎の方に住んでいるから、どこですかね、どっか探してみてください。ぜひね、僕がどこに住んでるかなんてもうすぐね、もう本当に個人情報ダダ漏れのおじさんですけども、よいしょ。どこに住んでるかぜひ探してみてください。46位ですね、今ね、現在。昨年は47位についに転落したんですけど、またランクアップしましてね、47位から46位にジャンプアップしましたけどね、本当ね。で、ちょっとずつやっぱ乾いてきております。乾いてきて、少し落ち着いてきてます。そうすると、にじみ、ね、ブワーっとボケるのが少し弱くなってきてます。でもまだちょっと暗い色とかを中心に置いていきながら、鷹ってかっこいいですね。でもなかなかね、羽広げたりする瞬間とかね、そういうところ写真撮りたかったんですけどね。動物面白かったですよ。鳥やっぱ面白い。もう本当になんかちょっといくつか描きたいなと思いましたね。クジャクなんかもいいですし、あとは鶏なんかもおもろいなと思いました。で、少しずつですね。不透明の色とかを入れながら、この辺りの僕もなんかいろいろやってきて教えたりしてきて、この辺りの方法がある程度なんか成功というかうまくいっていたかなということで、この方法を結構教えたりとかしています。少し羽とかも不透明の色を入れながら少しずつですね、背景なんかからドンと絵の具がぶつかっている。ジェストに関してちょっと隠蔽力弱い、隠蔽力といって覆い尽くす力ですけども、白さっていう風に考えたらいいかな。少し弱いかなとは思いますので、白だけ別の。リキテックスさんのこのレギュラータイプの白とかは案外白かったなと思いますので、これちょっとね、この間仕事した時に、そこの人がちょっと教えてくれて、リキテックスの白めっちゃ白いですよって言って、確かにねっていうことで、少し乾いてきつつある中に白い色、明るい色を少し置きながら、形を明るい色を少しで、光が当たっとるなとかですね。で、筆のうまいこと方向なども使いながらですね、やっていってます。今日はちょっとグロスポリマーメディウムとか、たまに使うメディウムみたいなものは使いませんので、ぜひぜひですね、初心者の人でもできやすいような技法です。で、初めに影の色を置いていった、それがどちらかというと水によってわーっとなって、マットじゃない状態になるんですね。これすごい説明難しいですけど、ちょっとマットじゃない状態、水彩絵の具、透明水彩絵の具みたいな雰囲気になる。で、これ結構塗り残っていても、今上から塗ってって
のはマットに今不透明入れてマットになっていってるんですけど、こういうのが結構塗り残ってきてもいいんですよね。なんていうか全部がベターっとアクリル絵の具でしがちなんですよ。しがち。ちょっとそういう透明感みたいな部分がこううまいこと塗り残ってきたりとかすると、この不透明と透明のこうね関係性みたいなのがうまくいけばですね。で外側から明るい色で決まっているとか、この辺りがねちょっと難しいんですけど、物の中だけじゃなくてこう全体を見ながら描いていって、外側からこう決まっているとかですね、内側からこう羽がこう出ているとかですね、また外側から決まってたり内側から決まってたりみたいな感じで、足とかね全体を見ながら描いていく。もうこの全体を見ながら描くっていうのがもう一番もしかしてね皆さんにとって難しいかもしれないけど、パッとこう離れて見ながら少しこう僕なんか離れて見てるんですよ、こう見えても。ね。キュッ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 。この辺の羽をね、羽のところとかも、少し不透明が入ってきて、ちょっと形が見えてきたの分かります？なんかね、意外とこれぐらいの僕は平筆が私の中では活用されること多いです。もうこの辺乾いてきましたね。早いですね。でもちょっとこうね茶色系の色にのがいいかなっていうのでね。明るいところを描いていく。でこの辺のこう影の色なんかもどのくらいかなと。でまたちょっと形がある程度こう明るい色で見えてきたら、もうまた暗い色でですね、少しですね、形を引き締めるような感じで。こう鷹もですね面白かったのは、こちらの目とこちらの目あって、こちら影に入ってるんですけど、やっぱ猫と同じで明るい方の目はこういう風にこう黒目がちっちゃいんですけど、こっちはね全部が黒目、影の方は黒目、全部黒目、猫みたいな感じだったんです。何言ってるか分かりました？ですごいこう真正面から写真撮ったらそうやってなってて、面白いと思ったんですけど、ちょっとなんかねそれなんか変な感じになるかな、絵に描いたら変な感じになるかなと思って、ちょっとこう斜めアングルにしました。で形の中の方を描いていったら、またちょっと外側から、影の色とかを描いてあげたりとかすると。でこのくらいだったら一回こう乾かしてあげてもいいかなと思います。ちょっとこうもう少しずつこう乾いてきて、こうにじみ方にムラが出てくるんですね。ムラでもそういう時はあえても思い切って一回こうガッと乾かしてあげるという時間があってもいいかなと思います。おじちゃんもうちょっといきますけど、まだ全然使ってなかったらもう黄色ね、黄色を少し。面白いのはこうほとんどこう筆をこう変えんでもいくでしょう。そうなんですよね。意外とこのぐらいの筆でなんとかいけるんですよね。でこの平筆っていうのでねこうやっていけるでしょう。ちょっと細めの線とかもいけるしね、大きな面もいけるしということでですね。このぐらいで一旦ちょっと乾かしてみましょうか。影もなかなか綺麗にきましたね。それではちょっと乾きました。ドライヤーで乾かしましたけど、少し描いていこうかなと思います。このぐらいだったらね、一気にね、一回ね、こうパレット掃除してみてくださいね。綺麗になるでしょう。目とかね、描いてみるんですよ。頭映ってるかな。ぐーっとね、引き締めてね、こういうところとかね、
くちばしとかにぐーっとこうね、めっちゃ勇気いりますけどね、ぐーっとね。ほんの少しこういうところぐっとこう引き締めてあげたりとかすると、画面の中でですね、あらららら、ここだけ偉い、進んだわっていう風になるんですね。で、そうすると僕はよく言うてるんですけど、焦ると、やばいやばいやばいと。どこまでもダラ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 やるよりは、一箇所グッとこう引き締めてあげるぐらいの気持ちで僕は結構やってます。私の書き方ですね、これはね。全体のある程度こう色調とかがちょっと見えてきたなと思ったら、思い切ってこれぐらいグッと引き締めてあげるような仕事があってもええかなと。ね、この黄色とかね、イエローか。おいよ。ピュー。で、少しですね、この光がこっちの方から当たってるから、眼球としてはこっちの方がちょっと明るくなってるかなと。で、下の絵の具が乾かんうちにほんの少しね、このグラデーションつけるっていうのがアクリルは圧倒的に難しいので、こういったところでお困りになる人は多いとは思うんですけど、ですね。いや、かっこいいな。よいしょ。ね、こういうふうにちょっと眼球というね、ものを描いてみて、ちょっと今暗い色で描いていきます。で、水の量とかでちょっとこう水を多めにしたものとかでこう描いていったりすると、こう水彩絵の具のような感じ、透明水彩とか水彩絵の具のような感じにも描ける。で、ここの水の調整みたいなのが僕は結構大事かなと思ってます。で、先ほど見てもらったら分かる通り、初めの段階っていうのはもう水はここに濡れた状態のものだけで描いてたの分かりました。それ僕油絵の具とかでも同じようにこう滑らすように描くとかよく言うんですけど、ね、そういった方法とほぼ同じなんですけど、今度はこう水を少し多めにして描いていってると。大鷹ですね、これ大鷹って書いてましたね。かっこいいですね。で、画面の中でね、全体を見てちょっとこう下の方とかもちょっと密度感を出してあげたりとかね、こう、画面の中でここだけに今度集中していったら、ちょっとじゃあ今度は下の方に、手を回してあげようかなとかですね。爪がめっちゃかっこいい。よいしょ。で、ここの胸のところのですね、柄。これはさすがにちょっと消えてしまっているところはありますけど、うっすらこう透けていたりするところを頼りにこうちょっと、柄をちょっとこれ描いてあげて、この辺をねこうやってピュ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 。で、少しこう暗い、羽のところとかもちょっとこう追いかけながら、少しこう羽の形みたいなのが、全部ではなくても何箇所かこう影がしっかり落ちているというところとかを見つけて、少しここ描いてあげました。で、これも水をこうあまりつけなかったらベタっとマットになりますし、水を多めにしたら、透明水彩のようにちょっと下の絵の具が透けるような感じで描ける。だからその辺をこう調整していったりとかしてほしいんですね。アクリル絵の具とかで出される鬼高評会というねサブチャンネルでやってますけど、出してこられる方で結構こう水の調整みたいなのもっとうまくいけばもっと良くなるよなっていうふうに思っている人は結構おられますよ。ね、そういうのを見てます。そういうのを僕は皆さんのを見ながら、もしかしてこの辺りとかを勉強されたり、こういう意識を持たれたらもっとようなるのになっていうのをこう皆さんから送られてきた作品とかで、研究させてもらってます。で、初心者の方とかに送ってきてほしいと思ってるのは、初心者の問題点を早めにこう掴んであげたらね、それはそれでめちゃくちゃこちらも動画作るのも参考になるし、初心者の人ありがちなミスとかが分かってくればですね、皆さん遠回りしないで自分のね描きたい絵とかに早めに行けるんですね。
でも初心者の人は出すの恥ずかしいというねことでなかなかまだもうちょっと上手くなってから出しますとかめっちゃ言われるんですけど、そうなくて早いうちから問題に気づいたりとかすると成長も早いんですね。だから無駄な時間も取らないと思いますし、と思ってしつこく初心者の人出してはったらって言うてるんです。僕の動画のためでもあるんですけどね、私のネタ作りというかね、すみません。でもそれ本当にすごい世の中の人が結構求めてたりするというかね、初めてやったり書いたりした時に水を多めにしてるから下の絵の具つけてるんですよ。でそういう問題点みたいなのに気づけたりとかするとね、でちょっとこのぐらいになってきたらようやく不透明、より白ですね、より白の絵の具みたいなのをちょっと使っていきます。こっちやったかな、こっちはちょっと厚塗りもできますよね。一番のハイライトはやっぱ目かな。毛先にこんなつけてね、てんてん、うわできへんわこんなんてね、皆さんから声がしました。おじさんは皆様の声が聞こえる能力者ですからね。能力者なんです。てん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 、ここのところもすごいハイライト、一番もう白い生の白に近いような感じ。でもそれを紙での白を残しておくのが透明水彩。一方アクリル絵の具とかっていうのはちょっと一回濡らしてそこからまた描いていくということができる。もちろん紙の白を残すこともできますけど、せっかくやったらねこういうところに油絵の具のようにモデリングといって少し絵の具を厚く塗っていくようなこととかもされてみても面白いかなと思います。全部が画材違うんでですね、より生の白に近いようなところというのは、ハイライトに近いところというのは生の白をて置いていってみた。であとは足ですね、足のところでここ白く写ってるんですけど、ちょっと例えば黄色みがかったのほんの少しだけ入れてあげたりとかしてですね、描いてあげたりとか写真通り白で描く人いるんですけど、ほんの少しだけでも入れてあげたりとかするだけで、ほんの少しだけね、それだけでも固有の色っていうのが見えてくるとね。固有の色の中のハイライトという意識を持ってほしいんですね。でちょっと黄色みがかってるんですよね今ね。で、こちらの方の羽の色もしっかり、これ何色かな、茶色と赤と、むずい色だぜ。ほんの少しの青入れて、これもやっぱり紫系かな。で明るいところ、もうちょっと明るい方がいいね。よいしょ。明るいところを描いていきながら塗り残して、難しいけどね、もうちょっとこの辺は明るくてもよかったかもしれない、上の方ね。アクリル絵の具のいいところはまた重ねれますからね。また重ねたりできるので、もう本当にそうやって何層でも重ねていくこともできると。ちょっと青が強くなっているような感じとかね、光がポンと当たってる。ちょっと乾いてくると少し暗くなるというか、塗った瞬間よりは少し下の色と透けて見えてきたりとかして、少し暗くなる感じはしますね。だからちょっと思ってるよりも不透明感をちょっと強めて今見ました。その辺の微調整とかもしながらですね。でこちらの方がぐーっと浮かび上がってきたら、今度背景の方が少し弱くなってきてる感じしませんか？だからちょっとね背景の方からまた、少し明るい色、折の日影とかはもうそこまで厳密に描かなくとも少しですね
で、かすらせて例えば描くように、砂のこう、ボコボコしたような感じみたいなのをですね、塗り残すところは影に見えて、明るいところは、ガツ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 と、少しこう質感が出してあげたりとかすると。ね、かっこよくなってきましたね。なかなかいいんじゃないですか。まあ、こう写真を撮りに行った段階でもう一人興奮してましたもんね。子供たちより鳥に興奮するおっさんというね、すごい図でしたね。でまたこう拭き取ってあげて、15分に1回ぐらい拭き取ったら結構綺麗に取れますよ。冬場やったらもうほんと30分に1回ぐらいでもええかもしれませんので、綺麗にね、ほら綺麗になった。で少し細かい仕事をもっとねしていこうかなと思います。私はですね、こう名村さんのこの筆をですね、この山切りカットと言いましょうか、こういう風に切って、お生の白と映ってますか。ピュッ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 、少しぐっとこうよりこう顔とかですねのところを密度を上げてみたりしてます。こういうのは古典とかではね発表はしないですけどね、皆さんアクリル絵の具とかに少しこうですね、皆さんのこう学習に役立てばと思って作っております。だから最後ね、このペースで全部書いていけたらもちろんすげえなってなるけど、そこまではねおじさんこうね体力気力ございません。皆さんが勝手にやってください。ここまで教えてんやからね、できるでしょ、できるでしょ水のこう溶き方みたいなのもね、ちょっと濃いめにしたり薄めにしたりとかいろいろしながらね。おーい、いい感じやね顔自分で言うのないけどいい感じになったね。こういうの一本一本書いてたらね、皆さんこうかっこよくなるでしょうけど、ラフに書いているとことそうやないところみたいな感じで僕はこう結構書くこともあります。40分ぐらいでできたここまで40分ぐらいでできた。ちょっとそれに驚きます。もっとかかるかなと思ってたんですけど、そして全然乾かない。ちょっとね明るくなってますね。この辺がこう明るくしすぎたりせずに、ちゃんとこう明るい中の色を探しながら、固有の色とかですね探しながら、もうこれなんかもうね、こういうとこがあるからこういうマットな色っていうか、それでもやっぱチラチラ透けて見えている下地の初めの方に塗った紫っぽいの、その上にちょっとこうブルーグレーみたいな色とか、そういうとこが効いてるんですよね。だからなかなかこう言葉の説明難しいんですけど、全部にこうベタっとこう塗ってしまうんじゃなくて、ちょっとそういうのが塗り残っている程度がかっこいいかなとも思いますし、なんかアクリルのね、良さかなとも思いますし、皆さんがこうですね、ご参考になるんじゃないかなと思います。という感じでですね、もちろんもっと書けと言われたら書けますけども、いかがでしょうか。個人的には
80結構点つけてあげてもええかなと思うような82点ぐらい出してもええんちゃうかなと個人的には思うようなザザッとこれねマスキングテープ外したらめっちゃかっこよくなりますよ。赤字で書こう。赤字、今年は赤字じゃありませんように、赤字じゃありませんようにと言いながら結構赤字のサインを入れるね。僕は品よくかっこよくサインを入れてほしい。令和元年、令和6年1月2日と入れとこうか。ね。令和6年。1月2高。ということでございました。いかがだったでしょうか。最後ね、マスキングテープ外しますね。トロ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 。トロ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 。早っ。50分。B4 とA4 サイズということもありますけどね。どないでっか。かっこいい絵になったんじゃないですか。ということで、今日はアクリルの初心者向けのちょっと難しかったかもしれませんけども、下地の段階で置いた透明感のあるような色を少しうまいこと塗り残しながら描いていけたら理想かなと思います。で、もちろんそれで全部がペタッとマットになってしまったらちょっと水を多めにしたものとかで描いていったりとかして少し下のマット感を少し透明感みたいな感じに変えてあげたりとかすればええと思いますので、よかったら、描いてみられてみてくださいということで、本日もご視聴ありがとうございました。2024年もよろしくお願いいたします。この動画よかったらグッドチャンネル登録よろしく。ではチャンネル登録よろしくね。バイバイはバイバイ。バイバイ。もう一度。バイバイ。面白い。超いい。いい感じ。